皆さんこんばんは、サイラです。今回は Tales of Arise で全キャラクターのおすすめアクセサリーの紹介をしようと思います。このチャンネルは新作ゲームで攻略に役に立つ情報や難易度の高い謎解きなどを紹介するチャンネルです。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。コメント欄でリンウェル以外のおすすめのアクセサリーが知りたいとあったので、私が使っているアクセサリーの紹介をしようと思います。合わせてパーティーでの役割っていうのも含めて紹介していこうと思います。あくまでも独断と偏見によるものなので、参考程度っていう形でご視聴いただければと思います。皆さんのパーティーでの各キャラクターの役割ですとか、おすすめアクセサリーっていうのがあればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。まずはそれぞれのキャラクターのパーティーでの役割を紹介しようと思います。まずはアルフェン。こちらはサポートメンバー、サブ要員にしておいてブーストアタック専用にしています。続いてシオン。こちらは完全回復特化型にしています。続いてロー。あんまり使わないですがたまに操作キャラクターで基本オートにして戦闘要員。次はリンウェル。メイン操作しているキャラクターですね。ほぼこれを使っています。続いてキサラ。これは全く使っていません。サポートメンバーに入れているっていう感じです。続いてティオハリム。これも回復特化型のオートにしています。シオンと役割は似ています。こんな感じにしています。アルフェンは皆さん操作するキャラクターだったり、少なくてもバトルメンバーに入れてるっていう方がすごく多いと思います。意外だと思うんですが、ブーストアタック要員としてサポートメンバーに入れています。アルフェンのブーストアタックってすごく強力だと思うんですよ。他のキャラクターのブーストアタックはタイミング合わせないとダウンしないんですけど、アルフェンについてはいつでもダウンさせられるっていう強力な技になっています。ただ使うと体力が減ります。そこでサポートメンバーに入れておくと。サポートメンバーに入っていると体力減っても死ぬことがないので気にならないっていう点と、もう一つあるんですが、体力ずっと減り続けて体力が1になっている状態でブーストアタック使っても体力それ以上減らないんですね。死んでしまうとかもなく、体力1でずっとブーストアタックが打てるので、サポート要員に入れてとにかくブーストアタックを打ちまくる。体力1でも気にしない。こういう使い方のためにサポート要員に入れてブーストアタック連打しています。これはかなり使い勝手がいいです。もちろんメインで使っている方、技も強いですし動きもいいのでかなり使い勝手いいと思うんですが、それを捨ててでもブーストアタック要員にする価値はあると思います。今後アルフェンのブーストアタックとか技で体力が減らなくなるような何かアーティファクトとかそういうものが出ない限りはバトルメンバーに入れることはなくサポート要員に入れるのがいいかなと思っています。すごく楽になります。私が下手くそっていうところもあるんだと思うんですが、非常に便利になります。続いてシオンですが、遠距離から攻撃できる銃撃ってすごくいいですし、術も使えるんでいいんですけど、下手くそな私を回復してくれないと非常に困るので、回復特化にしています。術技も回復のみにして通常攻撃か回復っていうぐらい極端に変更しています。シオンがいないと戦えないっていうぐらい依存してますね。続いてロー。アルフェンと比べるとやっぱり弱いんですけど、近接キャラで戦いたいなっていう時はローを使っています。遠距離攻撃がないのでやっぱりゴリ押しっていう感じで使う時ですね。アルフェンよりも弱いんですけど体力の管理が不要っていうのもあって代わりのローにしています。続いてリンウェルですが、これは説明不要だと思います。私がメインで使っているキャラクターです。続いてキサラですが、壁役としてしっかり守ってくれるキャラっていうのを望んでいたんですが、敵のヘイト、ターゲットを取りやすくするヘイトを取るっていうのがあまりできずに、攻撃も弱いんで、現状はもうサポートキャラ、走行キャラになってますね。ブーストアタック使う時以外はほぼ出てこないっていうキャラクターになっています。続いてティオハリムですが、役割としてはシオンと同じような感じになっています。 AI の動き的に結構攻撃寄りなところがあるので、回復すぐに使うっていうよりかはシオンが死んじゃったりとかした時にシオンを生き返らせたりとか、そういうサブ回復要員っていう形で運用しています。基本的にこのゲームは操作しているキャラクター以外のダメージっていうのはたかが知れてます。オート運用させようと思ってもなかなかうまくいきません。
キャラ特性の AI っていうものがあるみたいで、思う通り動きません。例えば過去作にあったような術を妨害しろとか、同じ敵を狙えとか、近くの敵を狙えとか、ガンガン行こうぜ、命を大事にみたいな命令で自分と同等ぐらいの技の使用率、言ってみれば AG 切れをしまくるみたいな動きをしてくれればいいんですけど、なかなかそうもいかないですよね。技の連携とかもあまりやってくれないですし、単発打って終わりとか、回避能力は結構高いですね。それでは本題となる各キャラクターのアクセサリーの紹介をします。最終的に行き着いた形なのでかなり偏ってます。まずはアルフェンです。サポートキャラ特化のアルフェンは BG 増加量アップ特化型にしています。以前の検証でこれを装備することでブーストゲージが0から満タンまでで28秒で到達するっていうことが分かっています。バトルメンバーに出しておくと約2分かかるのが、この装備プラスサポートメンバーにすると30秒ってことなので、ブーストアタックを量産できるっていう感じになります。0から満タンが28秒なんですが、もちろん敵に当てさえすればゲージは回復した状態から再開するので、3体全部当てると常に満タンで打ち放題です。1体だとゲージ回復まで17秒弱、2体だと7秒弱の待ち時間でいけます。3体当てるともう一度打てる、2体でも7秒っていうことで、雑魚がいっぱい出てくるような戦闘であれば開幕のブーストアタック連打で一掃できちゃったりします。ゴリ押し戦闘大好きな私には戦闘の要になる役割になります。アルフェンがメイン操作でない方はぜひサポートメンバーに入れてみてブーストアタックを連打してみてください。最悪17秒待てば確実にチャンスが来ると考えると相当大きいんじゃないかなと思います。続いてシオンになります。シオンは回復特化型っていう形で術技消費 CP 減少、これに特化しています。私は下手くそなのでよく死にます。そんな時の救世主になってます。復活の術っていうのは CP の使用量がすごく高いんですが、これ 60% オフになっているので非常に少なくて済みます。ボスに行き着くまでに CP が枯渇してしまってオレンジグミを使ったりとかあると思うんですが、 60% ダウンなのであんまりアイテム使うことなくボスのところまで行けます。大抵ボスのところまで行けば回復ポイントがあるので、そこで回復してボスとの戦闘を挑めると、そういう感じでかなり長期戦に対応できます。続いてローですが、鉄板の貫通反撃構成になっています。このような感じですね。貫通はヒットリングにしてもいいんですが、耐久力が下がるのでストライクマークのプラス 30% にしています。理想で言えば貫通力とバトルマニアになるのかなと思います。バトルマニアって敵が多いと攻撃力が上がるんですけど、一番苦労するって考えると敵が多いタイミングだと思うんですよ。混戦してよく分からず食らってしまう、こういうことだと思うので、敵が多いタイミングで最大効果となるバトルマニアをお勧めします。個人的にはローはあまり使ってないです。現状はリーウェルで全て事足りてしまうのであまり使う機会がないですね。消去法で入れてるっていう感じなんですが、オートでは意外と積極的に攻撃をしてくれます。ちょっとつ盲信って感じなんですかね。オートって意味の戦闘メンバーではアルフェに続いて十分活躍するかなと思います。リンウェルですが、以前の動画で公開した通りパターンによっていろいろ変えているんですが、最強装備を持っている現状では栄翔特化型ですね。栄翔時間短縮特化型になっています。攻略中であれば AG 消費半減がいいんじゃないかなと思います。詳細はこちらの方の過去動画をご視聴してみてください。キサラですが、本来は壁役にしたいんですが、現状はいまいち機能してないです。念のため狙われやすさ台を4つつけています。このような感じですね。うまく機能するようになればかなり優秀な壁役になると思っているんですが、今のところはいまいち機能してないっていう感じです。こちらもコメント欄でもしかしたらうまく使える方法があるかもっていう情報をいただいたので、また別途確認してみようと思っています。今のところは将来性に期待っていう形でバージョンが上がるとか何かのタイミングで
うまく盾役として機能できるようになるのを祈ってます。あとは自分操作って意味ではこのキャラは厳しいですね。まさに壁っていう感じで動きが遅く、ステップキャンセル、ステキャンもできないので小回りが効かないっていう感じで非常に厳しいです。キサラ以外のキャラクターは攻撃を出してその隙をステップでキャンセルできるんですよね。そういうことがキサラではできません。なのでちょっと厳しいかなっていう印象ですね。続いてティオハリムです。こちらもシオンと同じ消費 CP 減少特化型です。キャラ的には攻撃をガンガンしてくれるので、シオンが死亡した時のサブ回復要因っていう感じですね。技は結構派手なものが多いんですが、ダメージはそれほど高くないっていう感じですかね。攻撃もいけるし回復もいけるけど、どっちもちょっと中途半端っていう感じの器用貧乏なイメージがありますね。シオンにも言えることなんですが、この構成以外で考えると詠唱時間短縮でしょうかね。回復でも攻撃でも詠唱時間短縮があれば回転数が上がります。例えばダンジョンに挑む時なんかはこの装備いいと思うんですが、どこかで稼ぎをしたいとかっていう時はこの装備別にいらないと思うんですよね。そういう場合は詠唱時間短縮がいいかなと思います。これで全キャラクターのパーティーでの位置づけとおすすめのアクセサリーの紹介を終わります。あくまでも独断と偏見なので、こうじゃないとおかしいみたいなコメントはご容赦ください。最終的に最強武器が手に入ると、どのキャラクターでも簡単に倒せるようになります。そのため、ストーリー攻略中やその武器が手に入るまで、あとは育成途中、こういった場合にこういうアクセサリーを装備するといいのかなと思います。今回の動画はどうだったでしょうか？感想をコメントで残してくれると嬉しいです。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。